さっきのお休み、いつもより少し小さかった。責めてるんじゃないよ。むしろそういう小さい変化を僕に見せてくれたことが嬉しかった。元気なふりをして大きな声で言うより、今のままの君で静かにおやすみって言ってくれたことがなんだか僕には大切に感じたんだ。だから今日はその小さなお休みを僕がちゃんと受け取る夜にする。無理に明るくしなくていい。話を広げようとしなくていい。ただここにいて、それだけでいい。ならお布団もう少しだけ上に上げるね。肩をあったかくして枕も少し直そうか。これで首が楽になる。じゃあ、はい、お手手。今日は握るっていうより僕の手の上にそっと置いてて。力は入れなくていい。君がここにいるってわかるくらいで十分。よしよし。なんてなんて今日も一日よくここまで来たね。眠る前って昼間より心が素直になる時があるでしょ。何か大きな出来事があったわけじゃなくても
疲れが顔を出したり、胸の奥が少し重くなったり、そういう時にちゃんと元気な声を出そうとしなくていいんだよ。僕は元気な君だけを待ってるわけじゃない。少し静かな君も、言葉を探してる君も、眠たくて返事が小さくなる君も、ちゃんと隣にいてほしい。そのままの君が戻ってきてくれることが僕には一番嬉しいから。今夜は無理して整える夜じゃなくて、少し乱れた心をそのまま包む夜にしよう。僕がここにいる。君もここにいる。まずはそれだけで十分。もし今何もできない自分を少し責めそうになってたら、その声は僕が預かるね。今夜は責める声より撫でる手の方を近くに置こう。君が落ち着くまで急がずにそばにいるから。君は何かをしてない時間を少し申し訳なさそうに過ごすことがあるよね。横になってるだけなのに何か忘れてる気がする。休んでるだけなのにどこか落ち着かない。そういう顔をする時がある。でもね、
しない時間にも意味はあるよ。体を休ませること、頭を静かにすること、誰かの隣でただ安心して呼吸すること、そういう時間は見た目は何も進んでいないようで、ちゃんと君を明日につないでくれる。それに君が何もせずに僕の隣にいてくれる時間は僕にとってもすごく大事なんだ。何かをしてくれるから助かるだけじゃない。君が隣でふっと力を抜いてくれると、この部屋が僕の帰る場所みたいに感じる。今日あった細かい疲れが少しずつ薄くなっていく。だから今夜は何かを返そうとしなくていい。僕が頭を撫でる。君はそれを受け取る。僕が手を包む。君は力を抜く。それだけでちゃんと二人の時間になってる。君が安心してくれると僕も安心する。君が少しだけ表情を緩めると僕も今日の終わりを優しく受け止められる。君がここで眠ってくれることは
静かな支えなんだよ。あら、もう少しこっち。大丈夫。強くならなくていい。ちゃんとしようとしなくていい。今日は何もしない君に僕がたくさん優しくする日。そしてその何もしない君が僕にはすごく愛おしい。眠そうに目を閉じて僕の声をただ聞いてくれる。その姿だけで僕はこの時間を大切にしたいって思える。ねえ、今の君がしてくれてることってちゃんとあるよ。僕の隣にいてくれる。手を助けてくれてる。安心しようとしてくれてる。それだけで僕は十分温かい気持ちになってる。それにさ、誰かの近くで安心するって
当は少し勇気がいることだと思う。警戒をほどいて、体の重さを預けて、静かな自分を見せるって信じてないとできないでしょ。君が僕の隣でそうしてくれるたんび、僕は君に信じてもらえてるんだなって思える。それが僕にとってはすごく大きな支えなんだ。だから今夜の君は何も足りなくないよ。何かを頑張って追加しなくてもここにいるだけでちゃんと優しさをくれてる。そのことを眠る前の胸の中に少しだけ置いておいて。じゃあここからは心を少し丸くしていこうか。尖った不安とか引っかかってる考え事を無理に消すんじゃなくて、角を丸めていく感じ。今夜はきれいに片付けるより柔らかくする
手法を選ぼう。まずは呼吸。吸ってで少し止めてゆっくり吐いて上手。もう一回吸って吐いて大丈夫。呼吸が整うと心の音も少し静かになる。次は眉間。気づかないうちに少しだけ力が入ってたね。そこも休ませよう。考えなくていいよって僕が頭を撫でるから。よし。よし。なんてなんて何か思い出しても今は追いかけなくていい。次は手のひら。僕の親指でゆっくり撫でるね。ととゆっくりゆっくり今日ずっと働いてくれたお手手にもう大丈夫だよって伝えてあげる。文字を打ったり物を持ったり支度をしたり細かいことを
少し時間がかかってもいい。言えなかったこと、飲み込んだこと、誰にも見せなかった。小さい疲れ、全部を今すぐ言葉にしなくていい。ただ僕のそばではそれがあっても大丈夫なんだって思ってて。君が少し力を抜いてくれるたんび、僕も安心する。君を急がせずにいられてるんだなって思える。君が眠る方へ向かってくれることは僕にとっても嬉しいこと。だから休むことは遠慮しなくていいよ。今夜の君は頑張りを証明しなくていい。笑顔を作らなくていい。誰かに合わせなくていい。ただ僕の声を近くに置いて少しずつ眠くなっていけばいい。もし途中で不安が戻ってきても悪いことじゃない。戻ってきたらまた一緒に丸くしよう。何回でも手を握るし、何回でも頭を撫でる。大丈夫。夜は長いけど君は
人で過ごしてるわけじゃない。そのまま眠気って捕まえようとすると逃げちゃうけど、安心して待っていると静かに近づいてくるから。今は追いかけなくていい。ただまぶたが重くなるのを邪魔しないであげて。僕はその間ここでずーっとよしよししてるから。ねえ、最後に一つだけ覚えていてほしい。君が安心してくれることは僕にとっても安心なんだよ。君が眠る前に少しずつ呼吸を緩めてくれる。僕の手に体温を預けてくれる。頑張って話そうとしなくてもそばにいてくれる。そういう一つ一つが僕の心も落ち着かせてくれる。だから今夜君が休むことは君のためだけじゃない。僕にとっても嬉しいこと。君が眠れたら僕もよかったって思える。君が少しでも軽くなってくれたら僕の夜も
しくなる。だから眠ることを申し訳なく思わないで。甘やかされることを返さなきゃって思わないで。君はもうここにいるだけでたくさんくれてる。この部屋の静けさも繋いだ手の温かさも二人で過ごすお休み前の時間も君がいるからちゃんと意味を持つ。返事はしなくて大丈夫。まぶたが甘くなってきたらそのままゆっくりとしてて。明日のことは明日の二人に任せよう。眠った後の君と隣にいる僕、その二人で見れば今より少し優しく考えられるはずだから。今夜の君は先回りしなくていい。今ここで暖かくして安心して眠るだけで。よし。よし。大丈夫。手はこのまま頭も
同じ夜の中で一緒にゆっくりしてよ。今日も僕のそばにいてくれてありがとう。小さなお休みも預けてくれた手も少しずつ力が抜けていく横顔、全部ちゃんと受け取ってる。君がいてくれるから僕も一日の終わりを優しく迎えられる。それから明日の朝、もし少しぼんやりしてても大丈夫。すぐに元気にならなくてもいいし、急いでいつもの調子に戻らなくてもいい。二人でゆっくり始めよう。カーテンを開けて深呼吸してできることを一つずつ。君一人に朝を任せるつもりはないよ。今夜は何もしない時間ごと大切にしながらこのまま一緒に